その人が愛を感じることをしてあげること、私すごいね。じゃあそう、すごいさっき私のことを触ってくるんだけどインスタでみんなの悩み相談を受けるよっていうので募ったの、 Q&A を。でいっぱい来たんだけど、そのうちからねちょっといくつか読んで紹介しようと思います一個面白いの言っていい？何？マッチングアプリだとどうしても品定めモードになっちゃって好きになれないとはいえ出会えないしないそれ超リアルじゃん。ねえ、品定めわかるわかるこれさっきこのめっちゃわかるやつじゃん。ねえ、いろんなの開いてみたよ。ねえ、それをね横からいつも覗くのが大好きなのだから、開いてってよく言ってるんだけどね。なんていうの、要は恋愛版ネットフリックスみたいなもんじゃん。もう好きなものを今日は何にしようみたいな、そうちょっと気分じゃないな、スワイプみたいなレフトライトでそれやってるうちにもう疲れちゃって閉じるっていう、なんかないもうね嫌になってくるけど、まあ楽しいよね。いや私の周りにも結構成功例がたくさんいるから、ベニの周りに成功例がたくさんいるって言うから私がちょっとやってみたんだけど、なかなか難しいね。品定めモード、共感できる？共感できる。だって年収とか出てくるアプリあるじゃんリアルだな私の友達落とされたしそっか、自分の何作ろうとしてアカウントを、で自分のプロフィール入れて写真入れたら落とされるのあれ。あ、もうオーディションみたいな感じなの？そうだよ、女の人がまずオーディションされるので、男性は年収証明っていうか、年収で落とされるじゃん、でもねその信頼があるからある程度、なんか何かプルーフがないと。だから会社名も書いてるし、大学とか、まあそれしなさダメだよね本当に。あれに関してはね、他に関してはなんかアプリによって違うけど、バンブル、さっきはバンブル成功してるし、周り成功してないかまだ、あでもなんか別にいい思い出だけどね。結婚まで考えてるっていうカップルもいるし、多分趣味とかなんか自分について質問をすごいしてきてくれるから、それがプロフィールになるから面白い質問があるんだよね。でそれが共感できる、そのセンスオブヒューマーとか、そういう系でマッチングするから、もうちょっと品定めっていうよりはもうちょっと奥深いかな。なんかアメリカっぽい、すごいアメリカなのかカナダなのか分かんないけど、あっちっぽい、すごいちゃんとなんか人っぽいの、選び方が価値観をいい感じにマッチングするってことね。マッチングさせる、それ大事だよね。要は先に会ってもない人に勝手にこうマッチングするから、そのデートでいきなりゼロから全部を話さなくても、話して全然違うじゃんってならなくて済むってことでしょ。とはいえ私がマッチしてまあまあうまくいった人はもう完璧に顔で選んだし、何も全然説明ない人だったけどねWhat is the secret to staying happy with your spouse? スパウスとはスパウス、配偶者、旦那さん、奥さん、結婚相手とのハピネスを保つ方法。ですねって私もう紅じゃんこれそうだね、全然偉そうに言えないけど、まだ結婚して間もないから1年か。でも変わんないかもね。長く付き合いたいなら結婚してもしてなくても一緒だと思うけど、その人が愛を感じることをしてあげること、すごいなんかラテン系な答えだね。本当？すごい今真剣になんかうるうるしながら伝わってきたんだけど。伝わった？伝わった？相手のことを思うってこといや違うの、そこが間違いだと思うの。相手のことを思うって自分じゃん、自分が思ってるっても向こうが幸せかどうかは分からないじゃん、幸せって思う瞬間を
徹底的にリサーチするの、でそれをいっぱいしてあげるっていう、なるほどね。それってみんな違うと思うのね、なんか愛されてるって感じる瞬間って。知ってるよそれ、あなたたちのそれ。私は何料理をして待つことでしょ絶対ゲストやばい。はい、正解。お風呂を入れてあげて、料理をして待つことでしょ。もう典型的なワイフィーやれっていうことでいやでもそうじゃない人だっているかもしれないじゃない。確かにね。でもどう？それ嬉しいのかな。それはね、あったかいお風呂が用意されててご飯が用意されたら誰でも嬉しいけどでも特に嬉しいってね思うんだろうねでもそれがだから一番ベーシックプランだとしたら他にもあると思うの。例えば私は結構タッチが好きなのね。もともとハグもするし、キスもするし、だからそれをされると愛されてるって感じるの、誰でもそうなんだけど、友達。私すごいね。じゃあそうすごいさっき私のことを触ってくるんだけど今日待った瞬間にすごい長いことハグしちゃった、すごいロングハグを交わしたねそういうので感じた？ちょっと違和感を感じる人もいるかもしれない。確かに。なんかちょっと awkward、苦手っていう。でも私はそれで愛されてるって感じるって、こんなに違いがあるんだよ人同士ってだって思うと、そこを結構履き違えちゃうと空回りして良くない方向に行くなって思う。確かに自分のを押し付けないで相手のをちゃんとこうゲスして、そうで一緒にいると分かるじゃん、からむしろ一番プロだと思うから、一緒にいる同士だから同じ時間をいっぱい過ごしてるから、やっぱそういうところをこうキャッチしてあげるとなんかお互いにそれをやらないとバランス取れないけどね、でそれができれば長続きするんじゃないかなって思う。ありがとうございました。はい私が答えられないやつを私昔ベニーに会えたことですごい響いたのが、同じ場所ばっかり行って同じ人といない方がいいよってすごい言われたの覚えてんの。私なんかハマる居酒屋があるといつもそこ行ったり、ハマるバイクあるとずっとそこ行くじゃん、ベニーはいつもまた同じ場所みたいな、また同じ人たちってすごい私に言ってきて、それって出会わないじゃんとか、いろんな人と出会った方がいいよって、それ男性とかじゃなくていろんな出会いに行った方がいいよってすごい言われたの覚えてて、確かにと思ってすっごい変わったよね私スタンス。そうかも、本当に同じところにいつも毎日行ってたよね、毎日のように行ってた。私を誘う時も絶対そこだから、そこのご飯にもちょっと飽きてたっていうのもあるかもしれないけどそうね、でも大事じゃない、自分の慣れてる環境を出ると、ほら私好きなフレーズがあるんだけど、なんだっけ Your life begins outside of your comfort zone、確かに楽なところばっかりいたら自分成長しないしっていう話だよね。やっぱりこう違和感がある時って、なんか新しい何かアンテナが働くんだよね、でそこでみんな変われたりするんだよ。だから出会いもそうだし、自分のこうまた新たな一面をこう見つけられるし、だからコンファートゾーンってその慣れてるところから一歩出た時に初めて人生が開くよっていうことかな、それを肝に銘じてもう毎日生きてます今。はい、じゃあ最後に、ちょっとまたこの恋愛トークどっかでやろうね。いっぱい話せることあるね。そうね。Cheers to that! Cheers!